ドゥアンはゆっくりとチンに近づき、そのまま2人でシャワーを浴びる流れになる。チンはソープを手に取り、ドゥアンの体を丁寧に洗っていく。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。たった1日の別れなのに、チンは今にも壊れてしまいそうだった。ドゥアンが友達と海辺へ行ったのはただ宿題を仕上げるためなのに、女の子が2人もいるというだけでチンの胸には十分すぎるほどの不安が芽生えてしまう。ずっと一緒に過ごしてきたせいで、たった1日でも妙に長く感じる。心配なのか嫉妬なのか、自分でも持て余しているような感情をチンはうまく言葉にできないまま、ただ不器用に抱え込んでいた。バンドの練習に向かう途中、いきなりチンの腕がつかまれた。振り向くと、そこに立っていたのはかつて自分に告白してきたティウだった。チンは長話をするつもりもなく、そそくさとその場を後にする。そして夜、海辺から戻ってきたドゥアンが目にしたのは、チンの携帯に届いていた今日会えてよかったというメッセージだった。心が一気に氷点下まで冷え込み、もしかして自分がいないこの短い間にチンは元彼と夕食にでも行ったのではないか、そんな懸念が頭の中をぐるぐると駆け巡るのに、真正面から問いただす勇気はなかなか持てなかった。そして強い日差しの海辺に長くいたせいか、ドゥアンは熱を出してしまう。チンは夜中に起き上がってドゥアンの体を丁寧に拭いてやり、翌朝にはお粥を作り、リクエストされた歌を口ずさみながら彼の口へとスプーンを運んでいく。あれほど孤高だったチンが今は誰よりも優しくドゥアンのそばにいる。これを愛と呼ばずにして一体何と呼べばいいんだ。元気を取り戻したドゥアンはチンを友達のイベント会場まで送り届ける。だがそこにはティウの姿もあった。やっと二人きりになれると思ったのか、ティウはチンを引き止める。するとあの頃の記憶が静かに流れ出す。一人でギターを弾いていたチンの世界へ、ティウは境界線などお構いなしに踏み込んできた。バンドにギタリストが必要だと言って半ば強引にチンをスカウトしたのだ。そのぐいぐい距離を縮めてくる感じ、どこかドゥアンと似ていると思ったのは私だけかしら。その後もティウはいつもチンのそばをうろつき、ついには学校で堂々とピンクのぬいぐるみを手渡し告白した。周りの姿勢に耐えきれなくなったチンはぬいぐるみこそ受け取ったものの、返事はせず逃げるようにその場を去っていく。チンはもうティウと話すことなどないと突き放すが、ティウは一歩も引かない。そこへ現れたのがドゥアンだった。チンは迷いなくドゥアンの手を取り、二人でその場を去っていく。だが車の中でも無言な上、家に戻ってもドゥアンの表情は晴れない。チンは確かにティウに告白されたことはあるが、その後は何もなかったと話す。それでもドゥアンの胸の奥にくすぶるものは消えない。二人の間に漂う言葉にならない微妙な空気、この距離をどうにかしてくれと見ている私の胸まで締め付けられて、もう窒息しそうだった。元彼が現れた瞬間、全部壊れると思った。あの空気、あの距離、あの視線、今まで積み上げてきたものが一瞬で揺らぐ。その恐怖をドゥアンは隠せなかった。耳がうなだれたみたいに、どうしていいかわからない顔でそれでも全部をさらけ出してしまう。その無防備さがあまりにもまっすぐで、見ているこっちの心まで締め付けてくる。でもチンは彼の奥にある不安も独占したいという気持ちも全部わかっていた。だから距離を縮めるためにシャワーを一緒に入ることを許す。その選択自体も十分に特別なのに、元彼とは一度もしたことがないとわざわざ言葉にする。その一言でドゥアンの中に溜まり続けていた不安が一気にほどける。さっきまで沈みきっていた表情がまるで息を吹き返したみたいに変わった。好きな相手の一言で簡単に壊れて、同じくらい簡単に救われる。翌日、ドゥアンに連れられてバーで飲んでいたら、その空気の中にティウが何の前触れもなく入り込んでくる。
少し借りると軽く言ってチンをそのまま隣のテーブルへ連れて行く。ドゥアンの隣から引き剥がしておきながら、まるで当然の権利みたいな顔をして完全に挑発している。そこで始まるのが心拍数ゲーム。質問を投げ合って心拍数が100を超えたら負けというシンプルなルール。でもやっていることはどれだけ相手の感情を揺らせるかの勝負だ。ティウはひたすら過去を持ち出してくる。チンがまだ自分のあげたぬいぐるみを持っていること、それを武器にして心拍数を上げに来る。でもチンの鼓動が上がっていく理由はティウじゃない。チンの視線はずっとテーブルの向こうにいるドゥアンに落ちている。でもドゥアンが見えているのはチンの心拍数が上がっているという事実だけで、それが何に向いているのかまでは届かない。だからチンはまだティウに気持ちがあると決めつけて、その場で完全に萎縮する。チンが席を立つとティウに呼び止められ、止まっていた過去を無理やり引き戻してくる。あの頃告白された後、チンはちゃんと好きになっていた。ただ言葉にするのが遅いだけで、自分のペースでしか進めない人間だった。でもティウは待てなかった。沈黙を拒絶だと受け取って返事も聞かずに別の恋人を作った。その一方的な終わり方はチンの心を完全に噛み砕いた。結局また誰とも深く関わらない元の自分に戻るしかなかった。今更ティウがなぜ自分に執着するのか理解できないまま、チンは過去は過去にしようと線を引くが、ティウはそれでも引かない。別れた直後に間違いに気づいて、どうしてもやり直したかったと後悔をぶつけてくる。その会話をチンを探しに来たドゥアンが聞いてしまって、断片だけを拾って2人がよりを戻すのだと誤解したまま、涙をこらえきれずにその場から逃げ出す。そこからチンと友達が何度電話してもつながらない。アパートに戻っても姿がない。最終的にチンは15分以内に戻ってこなかったら二度と戻るな、それだけを突きつけて、あとは何も言わずに待ち続けた。ドゥアンは全力で戻ってきた瞬間、チンはなぜ電話に出なかったのかをまっすぐ問い詰める。ドゥアンは別れを告げられるのが怖いと正直に吐き出しながら身構えていた。そして15分間に合ったとその一言があまりにもドゥアンらしくて、張り詰めていた空気が一瞬だけ揺れるが、チンはティウにもらったぬいぐるみをドゥアンの目の前で捨てて過去を物理的に断ち切る。そしてはっきり俺はお前を選んだ、お前と同じ気持ちだと言い切る。その一言でドゥアンの中に溜まっていたものが全部崩れ、強がりも不安も一気にほどけて子供みたいに泣き続けた。そしてドゥアンは迷わず、これからもずっと絶対そばにいると約束する。その言葉が今の2人にとっての全てになる。また次回お会いしましょう。ではでは。